羽生結弦選手のフィギュアスケートでの数々の成果は世界中で高く評価されています。パリオリンピックを前に国際スポーツ記者協会は100年間のベストアスリートランキングを発表し、羽生選手が6位に選出されました。このランキングは世界各国の913人ものスポーツジャーナリストの投票によって決定されるため、その国際的な認知度と影響力は計り知れません。冬季スポーツ、アジア人ではただ一人の選出であったこともその希少性を浮き彫りにしています。また ESPN もパリオリンピックを前に21世紀のトップ10オリンピックアスリートを発表しました。この2つのランキングに同時に入っているのはマイケル・フェルプス、ウサイン・ボルト、羽生結弦の3人だけです。これらの正当なメディアにより発表されたランキングは単にスポーツの世界だけでなく、日本の国際的な地位においても重要な意味を持っているはずです。文化的、経済的にも落葉時期に入ったと言われる日本は、これからも羽生選手のような個々の成果を世界に向けて積極的に発信し、日本の文化や価値を高めていくことが重要だからです。一方で日本国内のメディアの反応は大きく異なります。これらのランキングは国際的な評価であり、日本人にとっても嬉しいことであったにもかかわらず、日本の多くのメディアはこの事実を取り上げることはほとんどありませんでした。報道されたのは非常に少数のメディアに限られ、ほとんどの日本人は彼の価値を知ることもありませんでした。この背景には羽生選手が大手事務所に属していないこと、メディアとの関わりが少ないことが影響しているのかもしれません。日本のメディアが特定のアスリートや話題に偏重する傾向には、その構造的な問題が関与しています。特に大手事務所や既存のスポーツ連盟と密接な関係を持つメディアは、その利益関係に基づいた報道を行うことが少なくありません。日本のメディア環境における問題を狼と7匹の子ヤギの物語に例えてみましょう。この物語では狼が子ヤギたちを欺くことで家に入り込み、ほとんどの子ヤギを飲み込んでしまいます。この例えはメディアが大手事務所に所属するアスリートを過剰に持ち上げ、他の独立したアスリートをないがしろにする現象を浮き彫りにします。このような行動が続けば、最終的にはメディア全体の信頼性が失われ、その結果メディア自体が価値を失う危険があります。つまり狼が最後に捕まり、全ての子ヤギが救出される結末のように、短期的な利益追求が長期的なダメージを引き起こすという警告です。昨今のこういった問題は日本人にとっても価値の損失であります。このような日本国内のメディアの反応のギャップは、日本の文化、スポーツ報道の現状を浮き彫りにしています。次にこの問題がどのようにして解決されうるのか、具体的な解決策を模索する方法を展開していきましょう。現代のメディア環境はインターネットとデジタル技術の急速な進展により大きく変化しています。これにより従来のメディアが持つ情報発信の独占が解消されつつあります。個人がソーシャルメディアを利用して自らの声を大きくし、独自の情報チャンネルを持つことが可能になりました。これは羽生結弦選手のようなアスリートが直接ファンとコミュニケーションを取る手段としても活用されています。羽生結弦選手の YouTube チャンネルは2024年8月現在、登録者数は79万人を突破し、多くのファンはメンバーシップ会員となり、羽生選手の生の声を聞ける機会を得ています。チャンネルでは彼のフィギュアスケートの演技や練習の様子を垣間見ることができます。ファンとの交流やスケートに関する深い洞察も共有されており、羽生さんの人柄やスポーツに対する情熱が伝わる内容となっています。 YouTube に代表される新しいメディア技術は、小規模ながら専門的な報道機関の台頭を支援しています。これらの機関は特定のニッチな話題や地域に特化した深い報道を行うことが可能です。羽生選手の国際的な評価のようなニュースも、こうした新しいメディアによってより適切に取り扱われるようになる可能性があります。それにより既存の大手メディア離れが進むということにいい加減気づくべきなのですが、一度敷かれたレールはなかなか撤去できないというのが今の日本の停滞を表しています。輝く個人はたくさんいるのに、それを生かしきれる環境になっていないのです。他国でもメディアと既存権力の関係に問題があることは見られますが、日本では特にその停滞が顕著です。日本の国際的なポジションは、かつての経済大国としての地位から技術革新やグローバル化の波に乗り遅れる形で相対的に低下しています。この背景には
変化に対する抵抗、既得権益の保守、そして新しい才能やアイディアを取り入れる体制の欠如があります。これが多くの輝く個人が生かされない環境を作り出しているのです。日本が再び国際舞台での競争力を高めるためには、メディアの透明性を高め、多様な声に耳を傾けることが急務です。最終的に消費者としての我々自身が公正で多様な報道を求める声を大きくすることが変革を促す鍵となります。羽生選手のようなアスリートが国際的に認められた成就を公平に報じることの重要性をメディアに対しても要求する必要があります。羽生結弦選手の事例は日本のメディアが直面している課題だけでなく可能性をも示唆しています。メディアの進化とともに私たちの情報へのアクセス方法や評価基準も変わりつつあります。公正で多様な報道が真に民主的な社会を形成する基盤となることを忘れずに、一人一人がメディアをどう利用し、どう影響を与えるかがこれからのキーポイントです。このようにして羽生選手の国際的な認知と日本国内でのメディアの対応の違いを理解し、それをどう改善していくかの方向性を模索することが私たち全員にとっての課題であり、チャンスでもあります。一人一人の力は小さいですが、良いニュースは拡散していきたいですし、これからもアイスセラフィムは羽生選手を応援していきます。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様、良い一日を。